パート2が始まるよ。サンディングをします。使っているのは空研ぎペーパーで、番手は180番。着色は150番でという情報もあるんですが、150番持ち合わせがありません。なので、180番にしました。空研ぎペーパーは、茶色いタイプよりも持ちがいいので、これを使うケースが多いです。仕上げの番手は、着色は180番までのペーパーを使い、ニスを塗るときは、240から320番のペーパーを主に使っています。コバや角もサンディングします。着色に移ります。使うのはオイルスティンのブラウンとマホガニー。塗料メーカーによって色味が違います。この場合、ブラウンは赤みが強く、マホガニーは茶色っぽい感じがします。茶色っぽくしたいので、最初にブラウンを塗ってからマホガニーを塗ることにしました。ブラウンを塗って、翌日にもブラウンを塗り、その後にマホガニーを塗りました。シェラックを塗ります。シェラックはすぐ乾くので、午後からニス塗りです。ニスは2回塗りました。着色に4日、ニス塗りに2日かかりました。塗装は乾燥に時間がかかるので、どうしても作業時間より待ち時間が長くなります。幕板には着色しないので、最初に足に色をつける方がいいと思ったんですが、この処理が後で面倒なことになります。接着剤をつける部分にマスキングフープを貼っているので外します。思った以上にマスキングテープがしっかり貼り付いているので手間取ってしまいました。仮組みします。幕板の背の部分も抜きの部分も確認します。大丈夫ですね。本番です。足に幕板を取り付けます。抜きにもたっぷり接着剤を塗り組んでいきます。このパラレルクランプ、締め付け力が 400kg です。その商品コピーが気になり購入しました。懐も広いし、外側から締め付けることも、内側から外に広げることもできます。結構出番が多く、便利に使っています。1本の重さが 1.7kg。長さの違うのも持っていますが、こちらは、1.9kg あります。4本で締め付けると軽い板もそれなりに重くなります。
片方が出来上がりました。同じものをもう一個作ります。塗装を削りたくないので、カンナをかけるのも控えめです。幕板に膨らみがあるので削ります。膨らみといっても指で触ってちょっと気になる程度です。引き出しが通る部分なのでなるべく平らにしたい。カンナで削っていきます。ここまで来ると足の方も削り出すので、後から塗装した方が良かったと思います。制作前に頭の中ではああしようこうしようと工程を考えるのですが、動画を編集しながら自分の動きを見ると改善する点が多いです。まあ、先生はいないので、失敗しながら学び進めるのも DIY の良いところですね。スリさんにビスを通すための穴を2箇所開けます。ビス穴は片側2個で合計4個開けます。ダボ穴をスリ3の前後に開けます。1箇所に3個、合計12個す。幕板にスリ3を1決めするための線を引きます。F クランプで固定したスリ3の後ろの部分の位置に鉛筆で墨線を入れます。コンビネーションスクエアでも板の端から墨線まで測りネジで固定します。これで端から墨線までの位置が確定しました。ダボ穴チグの補助パーツを取り付けます。墨線のある位置に合わせてからコンビネーションスクエアで確認します。差し金でも確認します。しつこいようですが、ここでは手を抜けません。下穴を開けてネジ止めします。ダボ穴チグをセットし、1決めのためのダボを外します。ドリルで穴を開けます。補助パーツを外します。
仮組みします。背の部分の幕板を確認します。先ほど幕板に開けた穴と、すり3部分が合っているかも確認します。反対側も確認します。きつくて手で叩いた程度では入っていきません。大丈夫ですね。いよいよ本組みです。ここで失敗すると後戻りはできません。この段階で箱を歪ませたことがあります。力を入れて締め付ければ良いというわけではないので厄介です。パラレルクランプで締めて、大きいスコヤを直角に取り付けます。直角に固定できたら、ビス止めします。出来上がったら、逆さにして、もう一方に取り付けます。ビス止めしたので、作業は早いです。あ、扉が閉まりましたよね。こちらも直角にしてビスで留めます。抜きにも接着剤を塗り、旗金で締めます。扉が開きました。上の棚口を作ります。墨線に正確に切りたいので、ちょっと大きめに切り始め、だんだん攻めていきます。1、2、3。6回で墨線まで行きました。残りは引き出しです。4、5年前に植えられた桜です。10年、20年、いや50年後には春の訪れとともに桜の花々が咲き誇り、みんなこの桜並木に集まるでしょう。
登録もよろしくお願いします。いいねボタンも押していただくと制作の励みになります。よろしくお願いします。